子供の時からずっと歌手になりたかったです。で、7歳の時ポケモンがアメリカで流行ってて、私はポケモンカードを集めたり、ゲームボーイのゲームしたりして、ポケモンが大好きでした。でその後、2年が経つと、私9歳の時セーラームーンの大ファンにもなりました。でその9歳の時、セーラームーンのビデオ、まだ DVD とか Netflix なかった時代だったので、セーラームーンのビデオを買いました。で13歳から、オリジナル曲の作曲をし始めました。で14人で、14になって、どうしてもシンガーソングライターになりたいから、もう学校はいらないって思って結構サボりました。ある日、そのセーラームーンのビデオを見つけてまた見ました。で見るとすごく懐かしくて心が癒された感じでした。でその後もっともっと大ファンになって、シーズン1から4までの DVD を買いました。でその DVD に英語も日本語も入っていました。で全部もう一回最初から英語で見て、で最後のシーズンセーラースターズ、が日本語のみで分かりました。でそれ見ると、あ、日本語綺麗だねって、綺麗な言葉だねって思って、もう一回全部日本語で見ました。なんかネット YouTube だったかな、セーラームーンのドラマのシーンが YouTube に載ってて、これ何って思って、ネットでなんかファンたちが作った英語の字幕付きの、セーラームーンのドラマが見られました。でまあダサいところもあったんですけど、感動する話で、ドラマにも夢中になりました。もう日本語勉強したいなって思うようになって、日本も楽しそうなとこだからいつか行きたいなって思ってました。でも検索すると、日本語勉強するにはひらがな、カタカナ、漢字、その3つとも勉強しなくちゃいけないこと分かったから、いやそれは無理でしょって諦めました。15歳の時スタジオで、オリジナルアルバムを作りました。もう中学校の時いじめられたけど、なぜかここに入ってコンタクト、メガネからコンタクトになったら、なぜかなんかもうブスじゃなくなったみたいで、それにアルバム作ったし、ちょっとモデルの仕事もしてて、でまあなんていうの、まあそれ歌手になるのずっと夢だったんですけど、もともと自分がブスだと思ってたから、なんかそれやっと受け入れて、まあブスだけどそれでも歌手になれるって思ったから、なんか急にもうブスじゃないよって、そういう自信が全然なくて、いいことの流れだったのにすごい怖くなって、学校を辞めました。引きこもりの状態になって6ヶ月もあんまり、部屋から出なかったです。ある日ネットの記事を読んで、北川景子さん、セーラームーンのドラマでセーラーマーズを演技した人が、新しいドラマに出るよって、モップガールだったかな、それを見て面白くて、もっと日本のドラマ見たいなって思ってどんどん見続けて、3ヶ月でどんぐらい見たかな、
ドラマの数え言葉なんだろう。とにかく3ヶ月で20のドラマ見たと思います。見るたびますます日本語に感動したっていうか、日本語が美しいもう喋りたいって思って、それになんか日本の文化とか歴史とか日本の景色もすごくて、日本に行きたい、日本語勉強したいって本気で思いました。でもこの部屋から出られない、もう学校辞めちゃったから無理って思いました。ドラマ見続けて、1リットルの涙っていうドラマを見つけました。ご存知かと思うんですけど、15歳の女の人の、本当の話です。まあ本当じゃない話も入ってると思うんですけど、その子が珍しい病気になって、もう10年間の間でもう歩けなくなって喋れなくなって、それでもすごい希望とか他の人への優しさ思ってた人みたいで、私はすごく感動しました。私も多分それを見て1リットルの涙を流したかと思います。でそれ見たら、私何してるの、私歩けるし夢叶う可能性あるし、もうただこの部屋から出るの怖いだけ、別にできないとかじゃなくて、しないことを勝手に決めただけで、そのドラマのおかげで、日本語を勉強できる大学を探して高校に戻って、めちゃくちゃ勉強頑張って卒業できました。卒業したら、18歳の時から、日本語の勉強やっと始めました。大学は本当に楽しかったです。初めて私の居場所を見つけた感じがして、もう毎日もう日本語の勉強に本当に夢中になって、もう情熱って感じで、もう文法の本とか読むの楽しくて、授業も楽しくて、ずっと欲しかった、そういう青春っていうか、その友達がいっぱいいて学校に行くのを楽しんでる生活、それずっと欲しかったから、大学でやっとそれがありました。まあ自分の心に傷とかあったから、それに私結構シャイな人で不安とかもあって、日本語の発表の前によく、入ったりして、まあ大変なこともいっぱいあったんですけど、まあ、振り返ってみると、あ、青春だなって思います。大学で日本語を勉強して、ペラペラになって、日本語の歌詞で作曲できたら、日本でプロデビューをしたいっていう新しい夢が誕生しました。にゃん。留学から帰ってきて初めて日本語で作曲ができました。歌詞を書けました。で、本当にシンガーソングライターになれるって思って嬉しかったです。今髪の毛引っ張られていて
一瞬大学卒業してからすぐ日本に行くつもりでしたけど、いろいろあってちょっと、行けなかったですそれはまた別の話で、それもっと長い話になっちゃうので今日はやめときます。とりあえず卒業したらまだ日本に行けなかったですけど、アメリカにある日本語の幼稚園に就職できて2年間もそこで先生として、毎日日本語喋ったり、日本の文化に関するイベントとかアクティビティをして、楽しかったです。すごく大変でしたけど、めちゃくちゃ疲れる仕事でしたけど、いい経験だったと思います。で、水滴がしたalarm guys. Yeah. Whoa. Goko. 抱っこ？そこで働いてる2年目の時、やっぱりもう日本行かないとって思って、就職活動をネットでして、やっと就職できましたが、急にめちゃくちゃ珍しい肺の病気になってしまいました。その病気のことも長い話になるので、肺に、リンパ液が溜まっている病気です。肺の周りの壁に、穴が開いてる状態で、やっぱり肺のことなので歌えなくなる可能性もあって、でそれに肺に液体が溜まってるからいつも通り歌えなくなって、手術とかしたら治る可能性あるけど歌えなくなる可能性もあって怖かったから、そういう治療を受けないことにして、無脂肪のダイエットから治る可能性もあって、その半年もう本当に無脂肪、脂肪全然入っていないものしか食べなくて、それで奇跡的に、出発する1ヶ月前に治った様子でした。レントゲンを取ったらもう肺がきれいになって来日ができました。2016年の、7月なので、このビデオの、ちょうど5年前の時に来日しました。で、正直言うと直接、東京にいてプロデビューしたかったんですけど、なかなか日本の会社に就職できなくて、関西兵庫県の方に就職しました。いや別に兵庫県とか関西嫌いなわけじゃないんですけど、ここではプロデビューしにくいので、東京に行きたかったです。でもしょうがないしやっと日本に行けるから、とりあえず1年間だけ、英語の先生として、仕事をしてから東京に引っ越すつもりでしたでもなんかその1年間が経つとすごくここの生活が好きになって、もう生徒と一緒にいて楽しくて友達も作ったので、もうちょっとここにいたいなって思って、その時1年生だった生徒が3年生になって卒業してから東京に行くことにしました。
で、生徒が2年生の時に急にまた肺の病気になりました。前と一緒の珍しい病気です。治る様子はなくて、また入院して、大変でしたけど、あの時の同僚と友達、生徒からの優しさにすごく感動して、入院することとか病気になることはすごい寂しくて苦しいことなはずなのに、皆さんの優しさがあったから全然寂しいことじゃなかった。もう実は私の居場所ここなんじゃないって。もうやっぱりこの夢諦めるわけにはいけなくて、肺の病気があっても何があっても必ず東京に行ってプロデビューをするって決めたから、まだ東京に行こうと思ってました。旦那、その時彼氏だったけど、旦那は私の夢応援してくれたけど、やっぱり家族とか友達とか仕事がここにあるから東京に行きたくなくて、いや絶対この人と結婚したいって思ったから、まあなんとかして結婚して、私だけが出張みたいに東京行ったり帰ったりするかなって、まあなんとかなるって思って結婚しました。肺の病気が全然治らなくて、で気胸になった時も6回ぐらいあって、普通の、英語の先生の仕事もしづらくなって、でも旦那と結婚して友達と一緒に日々を過ごして作曲したりして妊娠して子供ができて、もういろいろ幸せなことがあって、本当に私の家族、私の幸せはここだと気づきました。プロデビューしたかったのはやっぱりシンガーソングライターだから、できるだけ大勢の人に、曲を聴いてもらいたいとか、そういう理由もあるんですけど、過去いじめられた時とかこの時からの時とか結構寂しくて、なんか人に愛されたかったかな。ファンたちがいっぱいいて、普段うまく伝えられない、気持ちを曲で伝えて、大勢の人にその気持ち分かってもらえたら、それで私幸せになるのかなって思ってた自分もいたかと思います。でもここ友達、家族みたいな友達、旦那と旦那の家族、私の家族と息子がいて、ここが想像できなかったほどの幸せがあふれるところだと気づいて、もうそれが十分っていうか、これがいいって思うようになって、
東京じゃなくてもプロデビューじゃなくてもまだシンガーソングライターになれるから、まあ、作曲してるからもうすでにシンガーソングライターだと思うんですけど、まあ、やっぱり息子と毎日ずっと一緒にいたいし、ここで幸せな日々を過ごしたいから、デビューはプロじゃないけどデビューは自分の力でしたいと思います。有名なプロデューサーさんとかミュージシャンと一緒に私の作曲したオリジナル曲なんかもっと綺麗にできないことがちょっと悔しいですけど、自分一人で、この曲作ったよって言えることもいいなって思います。あ、集中切れたらShun, you're very cute. Nyam. Nyanyu. Oji. Ojo. Tocha. はい、まあママの仕事が優先なんですけど、ママとしてもシンガーソングライターとしても、YouTuber としても頑張りたいと思います。来年から、アルバムを出したいと思います。そのアルバム出せるまでは、もうすでに古い前の、マイクでレコーディングした曲を毎月アップしたいと思います。でそれも、他のまだ出してない曲も、もうちょっとプロフェッショナルなマイクを使ってレコーディングしてアルバムを作りたいと思います。頑張ります。ね、しな。頑張る。おお